ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風ワーキンハードライブアット日産スタジアム、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今月はですね、藤井風歌声分析強化月間ということで、今回で第8弾ですね。そして皆さん何か気づきませんか？そうです。いつもより明るい。いつも撮影の時はですね、部屋の照明を消して、僕の正面にリング状のライトがあるんですけど、その照明だけで撮影をしていました。なんかいつも薄暗いなっていうふうに僕も思っていたんですけど、なので今回はですね、実験的に部屋の照明もつけた状態で撮影を行っております。どっちがいいか皆さんコメントでぜひね、教えていただけたらなというふうに思います。それでですね、今回も歌声分析をしたわけですけれども、いや藤井さんの歌声がエグかったですね。もうね、フェイクが化け物なんですよ、藤井さんは。そしてこの状態でこの声を出せるのかっていうところもあって、僕はね、びっくりしました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風ワーキンハード歌声分析 GO！ じゃあサックスソロから見ていきたいと思います。いきますよ。あ、藤井さんが出てきましたね。あ、なるほどね。すごくセクシーな音色ですね。いや、皆さんがワーキンハードのライブバージョンのサックスソロから見てほしいって言った理由がね、もう最初の1音で分かりましたね。すごくいい音色。フレーズもおしゃれだし。続きいきますよ。かっこいい。これは映像でファンの方々には届いてるっていう感じなのかな。今ね、動画だと藤井さんをカメラが撮っているような状態ですけど、いや、この出だしめちゃくちゃかっこいいですね。あ、座ってね。わあ、かっこいいな。やっぱサックスの音色っていいですよね。聞きやすい音域の楽器というか、吹いてる姿もかっこいいしね。僕もね、昔憧れたことがあったんですけど、サックスが高すぎて諦めました。次いきますよ。いいね。いいね。あ、もしかしてこのままサックスを吹きながらステージに上がるってことかな。なんかそんな気がします。ほら、なんか歩くスピード速いもん。ほら、なんかほら、照明が見え始めました。多分このままステージ行くんですよね。ステージ上でサックスを吹いてる藤井さんの姿、気になりますね。このね、ティーっていう歌でいうところのしゃくり、この音がめちゃくちゃ色っぽいですよね。って考えると、藤井さんの歌もサックスのフレージングみたいな感じですよね。結構しゃくりも入れますし、フェイクの時の音遣いもところどころサックスのフレージングなのかなっていうふうに思う瞬間とかもありますし、なんか歌と楽器が一体化しているようなアーティストですね、藤井さん。かっこいい。あ、もうステージあ、なんかこの光ってるのライトスティックか何かかな。客席ってことかな。ってことはもうステージに上がってるってことか。俺やっぱりそうですよね、きっと。あ、そういうことね。鳥肌。またもや鳥肌。かっこいい。いや、最高ですね。次いきますよ。いいね。あ、
どんどん盛り上がってきて、バーンとかで終わんのかな。いきますよ。ほら、超かっこよくなってきた。あ、なんかバーで酒を飲んでる姿が想像できますね。こういう雰囲気。超ジャズですね。さっき酒の話出したんですけど、僕はね、酒は飲めないんですよ。アルコールを飲んでしまうと、喘息が出てしまう体質なので、酒は飲めないんですけど、でもなんか憧れますよね。バーでこう、酒を飲むみたいな。週末はバーで酒を飲んでストレス発散みたいな。そこでね、藤井さんのサックスのような音楽が流れてたら最高ですね。次いきますよ。そっか。サックスソロのパートはここで終わりってことか。で、曲の本編に入っていくってことね。うわ、かっこいい。ちょっと待って。なんかいつもの藤井さんの曲だと、ジャズっぽい雰囲気とか、ファンクっぽいような雰囲気の曲が多かったじゃないですか。なんか最初のギターのサウンドがすごいロックなんですけど、今回のワーキンハードはロックテイストってことかな。どうなんだろう。いきますよ。うわこの声、この声ですよね。これエッジボイスを長く伸ばしてるんですよ。いや、エッジボイスをこういう使い方するんですね、藤井さん。すごく斬新だと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。すごいね。この発想力が素晴らしいですよね。次いきますよ。長い超長いですね。息継ぎなしでさっきのところまでずっとエッジボイスですよ。しかも体勢もすごいですよね。こんな感じ。なんか体をこう曲げたような状態の体勢で音を出してたじゃないですか。すごく息の流れが乱れやすい体勢だと思うんですけど、それでもまっすぐと同じ音量でエッジボイスの音を伸ばし続ける。この安定感素晴らしいですよね。次いきますよ。なんかスキャットに聞こえちゃうぐらい言葉の発音が強いですよね。そういった狙いなのかな。最初カサラッタとかいう感じで発音しながら歌ってますよね。いや、かっこいいですね。そしてイントロの部分ものすごいロックなのかなと思ったんですけど、一転してジャズの雰囲気になりましたよね。この雰囲気がガラッと変わるのも藤井さんの楽曲ならではなんじゃないかなって思います。で、声の出し方なんですけど、胸の胸腔共鳴、ここを中心にして声作りをしてます。胸腔共鳴は声の太さだったり、声の音の厚みをコントロールするポイントです。胸の響きを中心に声作りをすればするほど男らしいような声質になってきます。そこに対して息の音を混ぜた声、ウィスパーボイス、これを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。もうノリも最高にかっこいいですよね。次いきますよ。このね、いい意味でだるい感じがものすごくかっこいいんですよ。疲れ切った雰囲気を表現しているというか、もう一回聞いてみましょう。ワーキンハードって仕事が忙しいって意味ですか？だから衣装もスーツっぽいのかな？ぜひね、その辺コメントで教えていただけたらなって思います。次いきますよ。ここでハモるんですね。ハモることによってちょっと盛り上がった雰囲気が出ますよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱり独特の世界観持ってますよね、藤井さんは。最高です。次いきますよ。後半のリズムの崩し方最高にかっこいいですね。ちょっとこう後ろに溜めたような雰囲気がめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。
いい。で、ちょっと音域上がったんですけど、ここは逆に声の強さをさらに抑えたような歌声になってるかなって思います。鼻の鼻腔共鳴、こちらの響きをプラスしたことと、あとはウィスパーボイスの息の音を増やしたんですよね。それでこうさらに優しいような雰囲気を作り出してます。鼻の鼻腔共鳴っていうのは声の音色のコントロールとかをしたりするポイントなので、その辺でね、調整したんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。出ましたね、巻き舌。コメントでね、ラ行は結構巻き舌入れることが多いですよと教えていただきました。早速ね、来ましたね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、夜はって言ってますよね。で、ここでまた転調してるんですよね。キーが変わってます。雰囲気がね、ガラッと変わったところは転調したんだなっていう感じで覚えてもらえたらいいかなって思います。藤井さんの楽曲はこういう転調が多いんですよね。やっぱりジャズとかファンクっていうのは曲の中でキーが変わることがめちゃくちゃ多いんですよ。多分小さい頃から聴いていたジャズだったりファンク、R&B、こういった音楽ジャンルの影響なのかなって思います。次いきますよ。ここで急に激しくなるんですね。イントロで激しく、A メロで静かな感じになって、で B メロのところでもまた静かになって、で次でまた盛り上がるっていうね、一曲の中でのこのアップダウンが激しくて聞き応えバッチリですよね。激しくなったところから聞いてみましょう。かっこいいですね。これは何かストレス的なものをぶつけてんのかな。なんかパフォーマンスもすごく面白いですよね。見応えがあります。次いきますよ。藤井さんも踊るのかな。なんか今踊りそうな雰囲気ありました。そういえばこちらもコメントで教えていただいたんですけど、ステージ上で踊るっていう風に教えていただきました。こっからは藤井さんのダンスが見れるのかな。いきますよ。踊りはしなかったですね。ちょっとこう腰のあたりをパンパンって叩いたような仕草を見せてくれました。で、今のところも音域上がったんですけど、やっぱり藤井さんの声質っていうものをキープしていますよね。これは声を出す方向をですね、しっかりと一定の方向でキープして歌ってるんですよ。声って高くなるとこの声を出す方向のイメージが上に上がって、で、低い音域を歌うときは下に下がるっていう、この動きがですね、勝手に行われてしまうんですよね。で、この動きが上に上がると声が細くなって、下に下がると声が太くなるんです。だから一定にすることによって音域が変わっても声質に変化を与えないっていうのが今の藤井さんの歌です。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。のののののののところちょっと音域上がったんですけど、声質全く変わってないですよね。ここはですね、先ほども言ったように声を出す方向を一定の方向にキープしてます。次いきますよ。なんかどことなくメロディーの雰囲気にラテンのような情熱的な雰囲気を感じるんですけど、これがね、かっこいいですよね。そしてここの部分の歌詞は英語なのかな。やっぱり英詞だと言葉の子音が全体的に強くなるので、その強くなった音をアクセントって言うんですよ。そのアクセントが出てくるとバックのサウンドに歌が乗るんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、A メロからずっと同じ声の雰囲気で歌ってるんですけど、やっぱり各セクションで違った感情っていう風に聞こえちゃいますよね。ここが藤井さんの歌のすごいところなんですよ。普通同じ雰囲気の声だったら同じ雰囲気にしかならないんですけど、藤井さんの歌声はね、それでも雰囲気が変わるんですよね。おそらく細かい言葉の発音の仕方だったり、ちょっとした声の響きの変更っていうのは行っているので、その結果、バックのサウンドと重なることによって違う雰囲気を表現っていうところにつながってるんじゃないかなっていうふうに推測します。素晴らしいですよね。次いきますよ。そしてこのゆったりと聴ける空気感最高ですよね。やっぱり藤井さん自身が楽に出せる音域を
メインで歌ってるからこそ出るこの安心感だと思います。今この音域をメインで歌ってるボーカリストって日本には少ないので、藤井さんの魅力がより一層際立ちますよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。で、バックの映像で映っている赤い衣装を着た男性も藤井さんですよね。でっかい藤井さんとステージ上でパフォーマンスしている藤井さん。藤井さんが2人いるんですね。次いきますよ。あ、徐々に音域が上がっていくのか。なるほどね。で、声の太さは変わってないんですけど、声のパワー感はどんどんこう増幅してる感じになってますよね。次いきますよ。ほらほらほら。来た来た。このすごいフェイクね。いやー、素晴らしいですね。もうほんと個性の塊ですよね、藤井さんは。次いきますよ。あれ、この時はヒゲがないんですね、藤井さんは。最近ヒゲを伸ばし始めたのかな。なんかね、ちょっとしたことも気になってしまいます。ごめんなさい、質問が多くて。皆さんがいつもコメントでいろいろ僕に教えていただいてるので、すごくね、甘えてしまってますね。しばらく甘えさせてください。僕まだまだ藤井さんに出会って日が浅いので、よろしくお願いします。次いきますよ。ここはスキャットなんですね。しかもこの曲始まって一番高い音が来ました。でも、先ほども言ったように声を出す方向が一定の位置でキープされているので、音域が上がっても声の太さ全く変わってないです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。ツァ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 みたいな感じですよね。しっかりと胸で声を支えて声を出す方向は一定の方向。これで歌ってます。最高。次いきますよ。おい、イケメン。こっからスキャットタイムが始まるのかな。藤井さんのスキャットね、僕大好きなんですよ。もう本当に楽器のように聞こえるスキャットですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。おい。ザラザラザラ、ダラダラダラじゃないんですよ。ザラザラザラみたいな感じで子音をすごく強く出すスキャットなんですよね。こうザッザッっていう感じの雰囲気がね、たまらなく心地いいです、僕。次いきますよ。ほら、今のところも、タラッタッタっていう風に、子音も強く出してますし、一つ一つの音をこうスタッカートでしっかりと切って、躍動感を出してるんですよね。歌詞があるところよりも、そういったアタック感だったり、躍動感を意識した歌い方をしてるんですよ。かっこいいですよね。次いきますよ。やっぱりそうですね。藤井さん、このいい意味でこうだるい感じの声を表現してるとき、ほとんど口開いてないですね。前なんかの動画で言ったんですけど、同じような声で表現してるタイミングであまり口を開かずに歌ってるんじゃないかなっていうふうに解説したことがあったんですけど、今回でね、それが証明されましたね。口を大きく動かさないことによって声の感情っていうのは無表情に近いような音色になるんですよ。そこに対して例えば顔の表情で悲しい顔をすればものすごく悲しく聞こえるし、明るい表情をすると痩せ我慢をしているような声になるんですよね。いや、ほっとしました。次いきますよ。今回もこの部分はね、やっぱ和風を感じるフレージングですよね。一曲に一箇所は絶対出てくるこの雰囲気。この和風のポイントを探すのも楽しみの一つだったりします、僕。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、前回の祭りの時に言ったペンタトニックスケールっていう和風の雰囲気を感じる音階を使ってるんですよね。次いきますよ。なんか藤井さんの今の動きが何でしたっけ？ノーってやつでしたっけ？なんかこう、よーとかいうやつ。なんかあの動きっぽく見えました。
そういうことなのかな。メロディーの雰囲気も和風を感じるところもあるし、動きもなんか日本の伝統舞踊みたいな、そういうポイントなのかな。次いきますよ。あ、でもさっきの一瞬だけでしたね。でもこっからなんか声が盛り上がってきましたね。どう展開していくんだろう。いきますよ。なるほどね。一瞬盛り上がったけど、またすぐにこう静かになるんだ。でも1番で出てきた歌詞の繰り返しポイントですよね。いやー、楽しいですね。いろんな展開がやってきて。次いきますよ。ほらほら、こう見えるかな。今藤井さんの顔がアップになったんですけど、口がよく見えるタイミングだったんですよ。口があまり開いてなかったんですよね。もう一回流しますね。ほら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 、密かに何かみたいな感じでほとんど動いてない感じです。で、口をあまり開かないと声の通りが悪くなってしまうので、藤井さんどうやって歌ってるかっていうと、口の中の空間を広げてるんですよね。ララ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 ラみたいな。口の中の空間を狭くした状態で、口も開かないと、ララ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 で、口の中広げると、ララ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 、全然声変わってきますよね。こうやって声の音色を藤井さん調整してるんですね。次いきますよ。おい、語りはまたね、巻き舌が出てきましたね。で、今のちょっと音域が上がったところで少しだけ声の音色変えました。鼻の鼻腔共鳴の響きを多くしたんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、声がすごくソフトになりましたよね。これ声を鼻にいっぱい入れているからこういう音色になるんですよ。ここに来て声の雰囲気を大きく変えた表現にしてきましたね。すごいですね。次いきますよ。この辺とか特にラテンっぽいですよね。メロディーがすごく切なくてかっこいいっていうポイント。もう一回聞いてみましょう。で、バックのでっかい藤井さんはなんか荷物をばらけさせてしまいましたね。楽曲の雰囲気とはガラッと変わってユニークな姿を見せてくれるっていうね。なんかこのお茶目感が可愛いですね。次いきますよ。ちょっと待って。ごめんなさい。つぼっちゃった。荷物っていうかぬいぐるみかな。ぬいぐるみがこうバラバラってなって、藤井さんがこうやってるんです。ダメだ。つぼってしまいました。ちょっと落ち着きます。落ち着きました。面白い。すごく面白い。ステージ上ではすごい情熱的に歌ってんのに、この映像とのギャップたまらないですね。次いきますよ。ダメだ。すごく歌声はかっこいいのに、映像ではずっとこうやって悔しそうにしてる藤井さんの絵が出ていて、このカメラの撮り方もちょっと悪意ありますよね。生でめちゃくちゃかっこいい藤井さんがいるのに、こう悔しがっている藤井さんの映像の方にカメラのフォーカスがいってますもん。これは笑ってしまいますよ。想像できない藤井さんの姿ですから、僕からしたら。いやでもこういう映像を見るとどんどん藤井さんに対してなんか勝手に親近感が湧いちゃいますね。いや最高ですね。次いきますよ。来ました。藤井さんのかっこいい高音からのフェイク。口の奥がすごく開いてますね。で、高いところはちょっと口を開けるんですね。このぐらい、こう、わーって開ける感じではないんですけど、さっきの低いところを歌ってる時の倍ぐらいはでも口開いてるかな。このぐらい。で、口の奥を広げることによって、はーみたいな、こういった声の音色だと思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい声ですね。たまらないです。次いきますよ。
1曲に1回はこういうすごく難しいフェイクが入ってきますね。やっぱ藤井さん R&B 大好きですよね。だからこういうフェイクも大好きなんだ。僕もこういうフェイク大好きなんですよ。若い頃はもうこういうフェイクばっかり練習してました。できるようになったらかっこいいなとか思って。だから藤井さんのこのフェイクテクニック憧れちゃいますね。次いきますよ。あ、かっこいい。なんかやっぱりみんなでこう振り付けが揃う瞬間めちゃくちゃかっこいいですね。こうね、腕をこうやって振るシーン。なんか参加したくなりますね。かっこよすぎて。次いきますよ。おい。で、この辺は地声の輪郭をはっきりと出して歌ってるかなって思います。さっきまではウィスパーボイス感が割とね多かったと思うんですけど、やっぱり曲自体が激しくなってきたので、声も激しさを出すために力強い地声、これをね表現したんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。メロディーもすごく分かりやすいですよね。かっこよさがシンプルイズベストなメロディーかなって思います。次いきますよ。ほらほら。いや、ここのメロディー耳に残りますね。良すぎて。なな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 なみたいな。歌っちゃいたくなります。次いきますよ。うわ、ファンキーだね、この高音。なんか僕の先輩アーティストに高音の出し方が似てるんですよね、藤井さん。これは余談なんですけど、昔新潟にボーカルセブンスリートっていうアカペラグループがいて、その中でメインボーカルを張っていた方の高音の出し方がすごく似てるなって今ちょっと思って、僕が若い頃最も憧れた声の持ち主。で、その僕の先輩もすごく音楽が好きで、当時 CD ショップとかがあると、もう全然聞いたこともないアーティストの CD とかもどんどん買い漁って、いろんな音楽を聴いていたらしいんですよね。でもその方は楽器はあまりできない。ギターがちょっと弾けるぐらいだったかな。やっぱりすごい歌い手って共通してる部分はいろんな音楽を聴いてるってところですかね。余談でした。もう一回今のかっこいいハイトーン聞いてみましょう。かっこいい。すごくかっこいいです。で、僕の声ってどっちかっていうと、高い声は幼い感じになっちゃうんですよ。もう癖的なもので。だから藤井さんみたいなこういう太い感じの高音って出せないんですけど、できないことなのですごいね、本当に憧れちゃいます。次いきますよ。てか、20代でこの声ほんとすごいですよね。色気たっぷりの歌声。なんか僕がアーティストをやっていた頃に欲しかった声質を全部藤井さん持ってる感じですね。なんかちょっと昔を思い出してしまいました。次いきますよ。後ろの藤井さんも盛り上げてくれてる。面白い。頑張れ俺ってことでしょうかね。次いきますよ。やっぱりこの後半になればなるほどフェイクが激しくなってくるところもね、最高ですよね。こう感情を全部声に乗せてるというか、超かっこいいです。次いきますよ。いやー、魂の叫びですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。いやー、すごい。喉の奥がすごい開いてるんですよね、高音なのに。高音っていうのは喉が締まりやすいんですよ。力が入りやすいっていうか。でもあの高さであそこまで喉が開いてる声を出せるっていうのは本当にね、素晴らしいです。だから声の太さを高音でもキープできてるんだなっていうふうに頭では理解してるんですけど、実際にやろうと思うと相当難しいんですよね。羨ましい。次いきますよ。うえい。いや、もう肺活量がやばい。どこまでも声が伸びますよね。体力面のトレーニングもしてるんですよね。確かコメントでこちらもね、教えていただいたんですけど。それと歌のボイストレーニング両方があってこそのこの長いフレーズを歌えるっていう技術につながってんのかなって思います。次いきますよ。
いや圧巻とはまさにこのことですよね。もう映像越しですけど、もう迫力にびっくりしています。これ生で見た方相当ですよね。生で見た方、どんな感じだったのかぜひコメントで教えてください。次いきますよ。あ、やっぱりダンスするんですね。大きな、こんな感じ？ダンスのレッスンもしてるってことですかね。逆にダンスで持久力的なトレーニングを行ってるとか。これはね、僕の勝手な想像なんですけど。次いきますよ。あ、ここで終わりね。かっこいい。ぬいぐるみを最後まで追いかけていきましたね、映像の藤井さんは。いやー、最高でしたね。以上、藤井風ワーキンハード歌声分析はここで終了です。いやー、すごく楽しかったです。ライブでステージに立ってる藤井さんは歌もかっこいい、パフォーマンスもかっこいいだったんですけど、映像の藤井さんはめちゃくちゃ面白くてですね、このギャップに僕やられてしまいましたね。どの曲もこういう感じなのでしょうか。すごく楽しいライブっていうことですよね。僕もね、一度は行ってみたいものです。藤井さんのライブに参戦できることを目標にね、これからも藤井さんの歌声分析動画公開していきますので、皆さん引き続き今後もよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。